ライフがあるし。でこれね、適当ソイミさんに教えてもらって買いました。はい、スクリューポンチ。スクリューポンチ。これパターンのダーツ止まりとかの印打ちなんかで、まあ結構線やってる人皆さん割とご存知のやつなんですけどね。まあ僕パターンほとんど選ばないから用がないわと思ったら最近ね見つけました。これなんですね。これ船の内装のソファーというか椅子というか、一式張り替え用のクルーザーのやつをお願いされて、であれ合い印これ革ポンチスクリューポンチで売ってるわ思って、はい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 。これスクリューポンチで売ったらね楽ちんなんですけどね、クイッとこれすごい下までいってる。傷ついちゃうから、すごっ。やらん方がいいです。いやこれもう張り替える前提でそうなん貼っとるからね。これも自分で貼り、そう自分で張り替え。自分で貼り替え。これ印つけるの待ってた。もう裁断品を。すげえな。この裁断場羨ましいですね。だから合印のところ本当。はいはい。やっぱりちょっとあれですね、使うときはじゃあ下になんか。でもダメやね。下まで抜けとる。綺麗に。そうパワーが強いからやっぱいい力してるわこれ。グリーンボードとかやっぱ4000円かけるだけ、僕は必ず引かないと付けがやられて、ゴムボードやね絶対。で合印売ってたから、うわこれでも合印先につけんと縫ったら後から困るわって思って、すごいですね。なんか畑が違うからこんな船のあれがこういう合印の仕方、僕もねこれ実は初めてです。まあその工場にもいろんなやり方がある。そうですね。受けたこれヤマハの船なんですけど、ヤマハのその外注とか協力工場さんで、この工場はこのやり方、この工場はこのやり方って多分あるんでしょうね、おそらく。普通の裁断でいう我々不白のこのアイノッチですよね。この切り込み入れてるだけ。アイノッチはね比較の世界をこう閉まっちゃうんで生地が。ほとんど見えないですよね。だからもうこのアイノッチはほとんどありません。もう比較の世界はね大体ねこの V ノッチ。合皮の合皮ですね。レザーですね。ソファー用みたいな感じ。そうですね。いやブルゾンなんかでもこの合皮使ってる結構。こういうなんか布の裏打ちみたいな。ニットの上に裏打ちですね。ニットベースです。なるほど。そう椅子座った時とか結構多いのはこの V ノッチなんですよね。なるほど。これノッチもね、ノッチも実はいろいろあるんです。パンツなんかで縫った後ロックして落とすためのアウトノッチ、こういうノッチもあるんですね。これ反対側は今度はこっちか、こっちですね。これパンツにスタックス関係に多いです。アウトノッチって言ってノッチがあったら汚いからって外ノッチなんですね。こういう形になってます。ちょっとごめんなさい、もうギタギタですけどね。こうノッチ合わせ、こう合わせるわけなんですね。なるほどですね。そういう合体の仕方もあるんですね。こう合わせて縫って縫い割りしました。でロックで落とします。だからロックで落ちちゃったら結局縫った後その合印が綺麗に綺麗になくなっちゃうんですね。なるほど。ただこのポンチのノッチは私初めて見た。確かに僕も見たことはないですね。で他のパーツもこれ切り出したやつなんだけど、これケンチの本当ケンチのポンチで縫ったノッチですよね。本当だ。確かに。これは面白いと思って僕も。いやもう30年以上縫ってきとって、こんなの初めて見た。だからだいぶ今まで船の張り替えしてるんですよ。船の張り替えしてるけどそれでもこれ初めて。だからこういうやり方の工場でもこれ使いやすいわと思って、今まで僕もV ノッチ入れてたんですけど、V ノッチ入れるの結構怖いんですよね。もう怖いし、こうやって2回切ったりそう2回切ってたらね、例えばこれこれがセンターするじゃないですか。センターとしてもね綺麗にこう、いやそうですよね。綺麗にここがセンターでこれで言っても若干ずれてますよね、すでに。絶対ずれますよね。本当はここに
切らないかんのに少しずれちゃうというか切るのが、そうですよね。もうやっぱりこれいいですね、もうズバリこのセンターに、これでセンターズバリセンター出るんでね、効率いいし、そうピンポイントで効率というよりそのズレがなくなってくるんで、まあそうですね。いやこれはいいわって思って、まあ、あとまあ極端な話言ったらこうやって円形になってくることで、まあ、避けてくることはまずない。まずないです、まずないです。普通の不白の布地と違ってね、こういうレザーの生地なんで、もう絶対目ざけることはないんで、まあそうですね、そもそも布自体は丈夫だけど、もし避けても円形だからかかる力が分散されることできっちりこうやってね形がつけやすいんでね、まあ面白いですね、見えない場所に隠れるこれ適当そうにさんに「あれどこで買ったの?」って慌てて連絡して「アマゾンですよ」で適当そうにさんのリークの方から買いました。8割方僕はネットで買っちゃう人なんで。だよね。ね、これでもまあ縫製工場経験者結構皆さんこれ知ってますもんね。まあ入ってからこんなんだみたいな。普通は穴開けポンチで頑張って自分でねじねじしながら開ける人が。畳んだこれよく使ってる。そうですね。ダーツ止まりのね、ダーツ止まりの丸、合印の丸とか。そうですね。でも僕用がないわ思ったら、あこういう使い方を思って本当これはね、よその仕事見て勉強しました。ぶっちゃけ。あこれレザーなんかね抜群だわ思って。いやマジレザークラフトもそれが使えるわけじゃないですか。ボタンとかドットボタンとか。そうやね。こういうので下穴ピット打ってくるね。今の切れ味見ていただいたら分かると思うけど、簡単に分厚いところも貫通させられるから。これはやばいぐらい切れる。何枚重ねいってみよう。だからもう本当自分の机を傷つけると思うんで、必ずそういうのを引いた方がいいですね。ちょっと3枚重ね。3枚重ねでも楽勝で下までいくわ。これよく切れる。軽くいったら2枚で止まってる。軽くいったら2枚だわ。このぐらいでね。ほんとカスカーでやめとかないと。いやこれはねいいの教えてもらった。いやしかも最悪その場合刃先の先っちょだけ変えれば、これね、そう穴系も変えられたり、これをね、これデフォルトでついてる幅だけど変えられるし、まあ使い捨てで先だけ変えれば他は全部使えるから。これ僕デフォルトの3ミリ買いました。それがいいっすよね。3ミリ使いやすいね。多分もともとでも一緒か、ちっちゃいのか。いや一緒だね。もともとの穴もやっぱり3ミリでいってますね。使われる率が3ミリ。やっぱ3ミリ多いんやね。いやこれはね本当いいの教えてもらったと思って。ただ初めてだったもんねこういうパターンは。いやそうっすね。分解しないと分かんない。そう分解しないと分かんない。いやこれはいい勉強させてもらいました僕も。いや役立って、逆にこんなすぐ役立つともうそこは役立った。いい感じです。まあでもこんな感じですね。いろはり亭の2階の祭壇場は半端ないですね。この広さ。祭壇がだってこの幅すごいね。すんごい。もともとはねこっち裏地とか芯裁断してたんで狭幅なんですよね。もう今ほぼ物置かこの間中塗ったアイソレーションガムの残りか。パイピングも干すみたいな感じなんですか。あれはパイピングの端っこのやつで引くくる紐ですね。裁断品を。そうか結ぶ用か。そう結び用で置いてますね。なるほど。これ例のプラントのフィルターですね。すごい。デカフィルターが。いや羨ましいですね。もう生地屋さんって感じですよ。この下見てくださいよ。とんでもないことになってます。玄関がね。もうだからなんかジャンルがもう取り留めなくなってますね。ほらこの机の下にも半端なくあるって。こっち裏地この辺レザー関係でよく使う船のカバーの生地はここに3色。そこらのなんかドリームとかいう生地屋さんに負けてないと思うんですけど、在庫数で言えばなんかこっちの方がある可能性が。なんかいろんなものありますよね。いろんなものあります。すごいな。さすが元縫製工場だったんで。そうですね。すごいな。いいものを受け継がれて最高ですね。ですね。やっぱりこういう箱を持ってるのは大きいですね。やっぱ祭壇はどれだけ広い場所でサクッと何枚も切れるかっていう。でも一番スペースでありがたいなって思うのがデカフィルター塗る時ね。いやもう本当に。あれはもうスペースなかったら本当レースにならない。いや素晴らしいです。これもあるとないとじゃあ裁断効率が全く変わるわけです。ねもう変わった仕事やってるでしょ。
いやすごいです。これ4メートル5メートルぐらいありそうですね。これでそうですね、ここのちょうどこの継ぎ目のところでこれで5メートルですね。ああ、最高ですね、うん5メートルをこうやって業務的にできる場所、うん普通の家では持てないですからね。ちょっとしんどいですね。うん、うん。すごいな。アトリエ最高ですね。ええいやでもそんな広いところにね、おっさんとおばはんが2人ポツンと。いやいや継承されてるところが素晴らしいです。うん、いやもう本当に親に感謝ですよね、これだけの箱を残してくれたのは。でもなかなかいろいろ直して維持も大変です。まあそうですね。うん、はい、そんな感じで、はい、お邪魔しました。ありがとうございます。